皆さんこんにちは。挫折知らずのギター教室、ギターの処方箋高村代表の高村翔平です。これまで400人以上の生徒さんを指導してきましたが、特に多いお悩みの一つに、先生、私手が小さいんですというものがあります。これは何度もこのチャンネルでお話ししてきましたが、本当に手の小さい人というのは手のサイズが普通の人に比べて想像以上の悩みを抱えていたりします。ということで今回は手が小さいからギターがうまく弾けないと思っているあなたにこそ見てほしい、発想を転換するだけでギター演奏が劇的に楽になる指弾きの秘術ということでお話をしていこうと思います。動画のタイトルを見て、指弾きが楽になる？弾き方なんて一つしかないんじゃないの？そのやり方に体を慣らしていくしか方法はないでしょ？って思った方も多いかもしれません。そう、今日はギターをこう弾くべきだという多くの人が信じている常識が実はあなたの成長を妨げているかもしれないという衝撃の事実を知ってもらうための動画です。僕のところによくバレーコードがうまく抑えられませんとか、指弾きでフォームが安定しませんという相談が来ます。そして多くの方が手が小さいから仕方ないのかもしれませんとか、手が硬いからでしょうかと諦めかけているんです。確かにそう思ってしまう気持ちもよくわかります。普通に考えたら指が長くて手が大きい方が楽に弦を抑えられそうですし、有利に決まってると考えちゃいますよね。また憧れのギタリストみたいに長い指で指板上を華麗に動いてみたいってやっぱり憧れちゃいますよね。そしてそれでも手の小さい人は長い指を求めたって今更変わらないししょうがない、頑張ってやってみようと思って教則本と向き合ったりするんです。でも実際のところ教則本通りにやろうとして指が届かなくてイライラしたり、無理なフォームで手を痛めてしまったり、またへこんじゃう、そんな状況に陥ってしまうという方は本当に多いんです。本当にこれって手の小さいギタリストあるあるだと思います。このチャンネルの視聴者さんであればもうご存知だと思いますが、何を隠そう僕自身も手がこんなにちっちゃくって指も短いんです。だから昔は左手の親指で鳴らない弦をミュートするように言われても、そもそも全く届かないんですけどって落ち込んだり、指弾きをする時に小指をボディに置いて固定して安定させて弾きましょうなんて教則本のセオリー通りにやろうとして、ものすごく手が突っ張っちゃって逆に全然安定しなくなったり、世間一般で言われることに自分の体が当てはまらなくて悩んだものです。でもいろいろ試行錯誤する中で気づいたんですが、その常識通りにやらなきゃという思い込みこそが上達を妨げる一番の原因だったんですね。もし僕がそういったやり方に固執し続けていたら、今頃とっくにギターを弾くのが嫌になって挫折してしまっていたと思います。この動画を見ているあなたも間違った常識のせいで弾きたい曲を諦めてしまったり、最悪の場合大好きだったはずのギターを手放してしまうかもしれません。そうならないために今日の動画も作っていますし、今後の発信もしていきますので、ぜひ心の支えにしていただければと思います。さあ、今日ご紹介する発想の転換を利用した指弾きの秘術、そしてその後におまけでお話しする3つの逆転の発想を実践していただければ、あなたの悩みは大きく解決に向かうはずです。手が小さいことをハンデに感じるどころか、むしろこっちの方が弾きやすいじゃん、このちっちゃい手お得だったかもって思ってもらえるようになると思います。実際に僕も今日これから紹介する方法を実践したことで指弾きが驚くほど楽になりました。また指導してきた手に悩みを持つ生徒さんたちも、もっと早く知りたかった、手が小さいことを言い訳にしなくなりましたと言ってどんどん上達してくれています。僕の教室ギターの処方箋高村のミッションは、ギターの挫折率を数%でも下げるということです。だからこれを見てくださってるあなたも絶対に挫折させたくないんです。ぜひ今回紹介する方法を自分のものにしてギターをもっともっと好きになっていきましょう。ちなみにこのチャンネルでは今回のような常識を覆すギター上達法はもちろん、一人一人に合った練習法を見つけるための具体的なヒントを様々な角度から発信していきます。
そういった動画を見逃して遠回りをしたくないという方は、今のうちにぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。僕の励みにもなります。それでは今日の結論から言ってみようと思います。手の小さいギタリストは指弾きの際、ボディに指を固定するという常識を今すぐ捨ててください。でも安定させるために指置くのって必要なんじゃないの？教則本にもそう書いてあったよって思いますよね。実際に今から証拠を見てもらおうと思います。手が小さい人がこのボディに指を置くという方法を頑張ってしまうとどうなるのか見ててください。では実際に手の小さい人がこのボディに小指をつけようとするとどうなるのか見ててください。これ今動画でわかるかどうかわからないんですが、ここがパツパツに張ってるんですね。手が大きい人だったら余裕を持ってこう曲げたりして弾けるかもしれないんですが、僕のように手が小さい人間がこのようにボディに小指をつけて弾こうとすると、まず親指が6弦に届くかどうか怪しくなってきます。じゃあ上に上げればいいじゃないかという話もあるんですけれど、上に当てると今度は親指は届くんですが、不自然に他の弦にこの指たちが当たってしまうんですね。で、これを回避しようとするためにちょっと手を無理やり曲げたりすると、不自然に曲がって腕全体がガチガチに固まってしまう感覚があるんです。これでは弦を弾く指がスムーズに動くわけがないんですね。安定させるためのフォームが逆に不安定さを生み出す原因になってしまうと言えるわけです。じゃあどうすればいいのか。今回お伝えしたい秘術とは、弾いていない高音弦に指を引っ掛けるということなんです。見てください。この1弦や2弦あたりに、僕の場合は薬指ですが、人によっては小指が楽かもしれません。これを軽く引っ掛けるだけです。この状態であれば、通常の手のサイズの人が小指や薬指をボディに置いて演奏する時のフォームが同じように作れるということなんです。この状態だと先ほどと違って手首も楽ですし、腕も固まった感覚はありません。なぜなら自然なスタイルで置けるからです。そして各々の指も理想的な場所に自然に落ちてくれます。さっきまで小指をこうつけた時というのは、理想的な場所よりも少し下に落ちてしまうことになったわけですね。それをここに引っ掛けることで一般の手のサイズの人と同じようなポジションに手を持っていくことが可能なんです。その上でこのように弾くと非常に楽です。そしてこの弾き方のいいところというのは、先ほど薬指でもいいですし小指でもいいですと言いました。さらに言えば別に中指を引っ掛けてもいいわけです。そうするとこのように3フィンガー奏法を弾くとき、中指あまり使わないこともありますね。その時は中指を引っ掛けることでより狭くこのポジションを安定させることができるんです。とっても楽になります。実際今弾いていて思うのは、すごくリラックスして弾けているということです。ちなみにこの弾き方のメリットもう一つあります。弦の上を指がスライドしていくので、ピッキングの位置というのも安定するんですね。例えば柔らかい音で弾きたい時、そのままこうずらせば柔らかいポジションにたどり着くことができますし、少し硬めの音で弾きたければこちらに移動すればいいと。その時に弾く弦を間違えることがないんですね。これが浮いているとそうはいかない。また手をつけるフォームの場合、柔らかい音を目指すあまりサウンドホールのところまで行ってしまうこともあるかもしれません。その時は安定させることができずにブラブラとした演奏になってしまうわけですね。その点この弾き方は手の小さい人にとって大きなメリットになるんじゃないかなと思います。ということでこれが僕がたどり着いた手の小さい人のための指弾きフォームです。もちろん一般的な手のサイズの人や手が小さくてもボディに小指を置く方が楽だという人にとっての正解は今まで通りにボディに指を置く方法です。でももしボディに指をつけて弾くやり方に違和感を覚えていたり、指を浮かせて安定しないまま演奏されているようであれば、この方法は一度試す価値ありだと思います。やはりどこにも何も置かないで弾くというのは熟練が必要になります。
もちろんクラシックギターなどではこういう弾き方をしますが、特に鉄弦のアコギを弾いてる人はどこかに指を固定したくなる演奏がすごく多いと思います。そういう場合はぜひ試してみてください。ちなみに僕がこの方法にたどり着いたストーリーなんですけれど、あるパターンのアルペジオを弾いてる時に最初から薬指を置いておくことがあります。例えばこのように全て指を弦に置いて、このように弾くとき、最初にこう置いてますよね。で、このスタイルの演奏の時にすごく右手が安定しているなっていう気づきがあったんです。それまでは小指をボディに置く方法を試行錯誤してたんですが、どうにも違和感を感じていて手がガチガチになっちゃってたんですね。そんな時に、あれこれ安定するなっていう気づきがあって、じゃあ小指をボディに置く代わりに試しに薬指、これは小指でもいいんですけれど、これを一弦に引っ掛けて演奏したらどうなんだろうって思ったんですね。その結果すごく安定するようになったんです。この時にボディに置くと安定するという言葉の意味がようやくスッと腑に落ちたんですね。こう置くと安定どころか大変じゃんって思っていたんですけど、ここで安定させたら弾きやすいってなったんですね。この恩恵を通常の手のサイズの人はここに置くことで得ていたということが後になって分かったんですね。そしてすごく腑に落ちたという話です。もし手のサイズに悩んでいる方はぜひ試してみてくださいね。ちなみに僕の教室にいらっしゃる手の小さい生徒さんにこの方法を伝えてみると、いつも慣れるまでに少し時間かかる場合はありますが、指弾きで弦の弾き間違いをすることが減ったと皆さん喜んでくれています。このように発想を変えることで体のサイズや悩みを解消し、さらには武器にまですることができるようになるんです。ではですね、ここからはさらにあなたの可能性を広げる3つの逆転の発想をお伝えしていこうと思います。皆さん特に F コードのようなバレエコードで挫折していませんか？6本の弦全部をきれいに鳴らさなきゃいけない、そう思っていますよね。その完璧主義があなたを苦しめている元凶かもしれません。強く断言します。初期段階では全部の弦を完璧に鳴らす必要なんて全くありません。例えば F コード、人差し指で全部押さえるのが大変なら、この一番太い6弦と一番細い弦はいっそ鳴らさなくても OK です。5弦から下だけを弾くという演奏法を試してみてください。これはですね、正波と言われるこの指を2弦にこのように立てるだけです。そうすると6弦と1弦を弾くことはできなくなりますが、ちゃんと F の明るい響きがしますよね。なんなら1弦2弦だけ押さえて上の弦だけ弾いたっていいです。こんな感じですね。プロのギタリストでも曲のアンサンブルの中であえて音数を減らしてすっきり聴かせるということをするんですね。こういう省略フォームを多用しているというふうに言えるわけです。よくこのフォームを解説するときに親指で軽く触れてミュートをしましょうって書いてる教本を見かけるんですが、これだって別に届かなくてもいいです。これ今でこそ僕届くようになってますが、最初の頃届きませんでした。特に手が小さい人はこの親指が届かないということで挫折してしまう人が多いので、こういう時はですね、この薬指をですね、少し深めに押さえることで6弦をミュートするという方法があります。無理して親指を使うぐらいならこちらにトライしてもらった方が結果はいいんじゃないかなと思います。さあ次に難しいコードが出てきたらカポタストを使うという方法があります。これが逆転の発想その2です。逆転の発想その2はギターを体に合わせろです。どういうことかというと、このカポタストっていうのはキーを変えるとき、つまり胃調の時に使うというイメージがあるんですね。例えば C というコードをこう弾いてて、ちょっと歌が低く感じるから高くしよう。こんな風に使うのがカポの本来の役割です。その本来の使い方を一回置いといて、このカポを使うことで弾きやすいギターに変えてしまいましょうというのが僕が伝えたい逆転の発想なんです。例えば C というコードが鳴らないっていう人がいたら、このカポを5フレットとかに1回つけてみてください。そこで C の形を押さえます。そうすると案外鳴ってくれちゃうんですね。これはなぜかというと、この幅が物理的にここよりもこっちの方が狭いんです。そしてカポをつけることで弦高と言われる弦の高さが下がるわけですね。そうすると力もそんなにいらないし、幅も狭いから抑えやすい。
特に手の小さい人にとって恩恵が大きいんです。これを使うことで今まで抑えられなかったコードも比較的簡単に抑えられるようになりますので、便利なこのカポを味方につけて楽々コードをマスターしちゃいましょう。まず体に正しいフォームを覚えさせることが重要なんです。そのためには無理をして変な癖をつけてしまうより、無理のない力みのないフォームで自然な手の使い方をマスターしちゃった方が美味しいんですね。バイオリンでも子供サイズがあると思います。それは無理なく正しいフォームを身につけるためなんですね。大人にだって体格の違いがありますし、手のサイズだって小さい人はたくさんいます。楽器自体のサイズを変えられない以上、工夫して無理のない状態にしないと練習自体が苦痛になっちゃうんですね。慣れてくれば正直ネックが太かろうが長かろうが全く気にならなくなりますが、最初は子供が小さいバイオリンで練習するように自然に演奏できる程度の位置にカポを装着して練習した方がいいと思います。ちなみに理想的な手のサイズの人が何度も弾いて慣れるしかないなんて言ってきたとしても、手のサイズに悩む人の気持ちなんて1ミリも分かってない傲慢な発言ですので、無視して自分らしく無理のない練習でギターを楽しんでいきましょう。そして今回最後の逆転の発想ですが、これも即効性があると思います。皆さんご自身がギターを構える姿って鏡で見てみたことありますでしょうか？きっと憧れのアーティストと同じようにギターをこう水平に近い形で構えてるんじゃないかなと思います。これはエレキギターであってもアコースティックギターであっても、おそらく皆さんがイメージする構え方ってこのような感じだと思います。実はこの一見かっこいいと思える構え方こそ、手の小さい僕たちを一番苦しめている原因になっているかもしれないんです。どういうことかというと、水平に近い形でネックをこのように構えた時に、手首というのはぐいっとこのように曲げないと指板に届かないわけです。この形が指の動きを制限している可能性があるわけですね。横からお見せすると、手首というのはこのような形で曲がっているわけです。もちろん慣れてくればこの弾き方で全く問題はないですし、一般的な手のサイズの人であれば何の問題もなく指が届くかもしれません。ただギターを始めたての手の小さい方の場合、指の長さが足らないので、この手首をかなり折り曲げないと指が6弦側に届かないことがあります。そうなると本来弾けるはずのフレーズが指が開かないとか、そもそも指が届かないといった問題で挫折の原因になってしまう可能性があるわけです。ではどうしたらいいのか。その解決策を握っているのは別のジャンルのギター奏法です。それはクラシックギターの構え方です。左右の足、多くの人は右足をこのように上げると思います。これもし左足側で組めるのであれば特別な道具はいりません。ただ多くの場合、右利きの人は左足で足を組むという習慣を持っていないと思います。その場合はぜひこれを使ってください。じゃん、これですね。足台というものです。これ僕愛用しているハーキュレスの足台なんですけれど、ハーキュレスといえば以前の動画でもおすすめさせてもらったギタースタンドもハーキュレス製ですね。で、この足台もハーキュレス結構僕は好きでおすすめです。一応リンクは概要欄に貼っておきますので、もし同じのが欲しいよという人はそこから見てみてください。さあ、この足台ですが、足台というだけあって足の下に置くものです。さあ、このように足台を置いてみました。この足台というのは高さをこのように何段階かで変えることができますので、お好きな高さに合わせてください。お好きな高さというのはあなたにとって弾きやすい高さということです。では例えばこういう高さに設置します。その上で左足を乗っけます。そうすると左足が上がることになるので、左足にギターを乗っけます。そうするとこのような角度でギターを構えることができます。こうするとですね、左、これ45度ぐらい上がってますよね。かなり左手の手首が楽になるんです。先ほどまではこの位置にギターがあったので、手首をこのように曲げていたわけですね。それがこの位置になると曲げる必要がほとんどなくなるんですね。こうもうほぼまっすぐな状態でギターを構えることができるようになります。見た目はちょっとロックやポップスっぽくないかもしれません。完全にクラシックギタースタイルですからね。でも自然な角度で手首をこのように設置できるということは、指も開くようになるし、今まで難しいと思っていたコードも
楽々抑えることができるようになるという大きなメリットがあるんです。例えばこんなポジションだって手首がこのように低い時はどんどん指が締まってしまうんですが、上がっていくのと同時に開くようになるんですね。ですのでエレキギターやアコースティックギターっていうのはこう構えるべきだという見た目や常識を捨ててでも試してみる価値はあると思います。ギターを始めたての初期段階においては見た目のかっこよさ以上にあなたが楽しく楽にまた痛みなく弾けるということが重要です。もちろんギターという楽器はかっこよさも重要です。でもそれが原因で挫折してしまっては何の意味もないと僕は思っています。だから最初のうちはかっこよさに関してはぐっと我慢してまずは自分にとっての究極の楽なフォームを見つけてみてほしいんです。これが最後の逆転の発想でした。何度も言ってしまって申し訳ないんですが大切なのでもう一度言わせてください。手のサイズはハンデなんかではありません。常識に縛られずあなたに合ったフォームを見つけてください。そうすればあなたの小さな手や硬い腕は素晴らしい個性として輝き出すはずです。今この動画を見てもっと上手くなりたいって思っている時点であなたは絶対に上達します。今まで教則本通りにやってうまくいかなかったのはあなたのせいじゃない。ただあなたに合った方法を知らなかっただけなんです。僕の教室ギターの処方箋高村ではまさに今日お話ししたような一人一人の体格や悩みに合わせたあなただけの弾き方を一緒に見つけていくことを最も大切にしています。もし一人で自分に最適なフォームが見つけられないという方はぜひ一度体験レッスンに遊びに来てください。僕たち講師と二人三脚で一緒にあなたらしいスタイルを見つけていきましょう。さあ今日の復習です。大事なポイントは一つだけ。常識を疑い自分に合った楽な弾き方を探求すること。そのためのヒントが1、指弾きは高音源に引っ掛けるのもありということ。2、コードは全ての弦を鳴らさなくても別に大丈夫。3、カポや構え方を工夫する。この3つでした。ぜひ試してみてください。現在ありがたいことに全国で教室を展開させていただいております。お近くにギターの処方箋があるという方はぜひそちらの体験レッスンに遊びにいらしてください。近くに教室がないんだという方はぜひオンライン教室を開講いたしましたのでそちらをご受講いただければと思います。こちらももちろん無料の体験レッスンをご用意しておりますのでその体験レッスンだけでも悩みを解決することができると思いますのでぜひお気軽にご受講いただければと思います。なおギターの処方箋の教室にご興味をお持ちいただいた方はこの動画の概要欄にある公式 LINE にご登録いただきそちらからご相談などしていただければと思います。また今この公式 LINE にお友達登録をしていただくとギター挫折の壁を全て破壊する7つの超有料級講座を無料でプレゼントしております。ぜひこの特典を見るだけでも多くの気づきがあると思いますのでお受け取りいただけたら嬉しいです。また有料でご提供しているオンライン講座の2週間の無料体験版でも14日分の講座が無料でご受講いただけます。この無料部分をご受講いただくだけでも上達できたという方多数お喜びの声をいただいておりますので概要欄のリンクよりご受講いただけたら嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったよ希望が持てたよと思っていただけた方はコメント欄への感想やいいねを押していただけると今後の動画作りの最高の励みになります。またチャンネル登録をしていただけると泣いて喜びます。ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ギターの処方箋の高村翔平でした。さようなら。